我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はライブ 2D の入門者向け講座、新たに動画として収録をした3部作の第1部目である。ここではライブ 2D でどのようにパーツデータを作るのか、ライブ 2D ソフトウェアのダウンロード、基本的な使い方からキャラクターの目、口の動かし方を実践していく講座動画となるのである。ライブ 2D に触ってみたいけれどどうやったらいいのかがわからない、パーツ作りはどうしたらいいのかがわからない、そういう方はこの講座を一通り見るだけでしっかりと動くライブ 2D のキャラクターを作ることができるので、最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。そしてこのチャンネルではライブ 2D に関する動画や配信などもしておるので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいのであるぞ。では画面に映っているこのキャラクターが今回のライブ 2D の講座で動かすことになるキャラクターのイラストである。一見するとキャラクターイラストのように見えるが、実はこの通り様々なパーツが全てバラバラに作られているのである。この通り全パーツ数で見ると非常に多く見えるが、顔の部分で32パーツ、体の部分で12パーツが用いられている。ライブ 2D を初めて触る方にとってはとてもパーツ数が多かったり、そんなに作らなくちゃいけないのと思うかもしれないが、実はライブ 2D をするにあたりこのパーツ数というのは少ない方なのである。ライブ 2D というのはパーツを細かく分ければ分けるほど、滑らかだったり細かくもしくは立体的に動かすことができるのだが、だからといってパーツ数を多くすれば良いというわけではなく、必要なところに必要なパーツ分割を行うことが一番我は大事だと思っておるので、そして今回は初心者向けということもあるので、できる限り少ないパーツ数で綺麗に動かす方法を実践できればとも思っておるので、この練習用ファイルを見ながら参考にしていただけると嬉しいのであるぞ。またこの講座内では実際にこのキャラクターデータを使ってライブ 2D のモデルを組み立てることが可能なので、動画の概要欄からこの PS3 ファイルデータをダウンロードしてもらえると嬉しいのであるぞ。この PS3 データを開くとこの通り注意文の画像が出てくるので、こちらをしっかり読んでご理解していただいた上で使ってもらえればと思うのであるぞ。では実際にどのようにパーツ分けされているのかというのをざっと見ていこう。まずは頭部と呼ばれている髪の毛の後ろ髪を除いた顔のパーツが32個のパーツで作られている。頭のリボン、カチューシャ、そして左眉、右眉、前髪に髪の毛の左右、そして目のパーツは左右で分かれており、今回左目をちょっと分割してみようかな。まずはまぶたのパーツ、そしてまつげ飾りと言われているこのまつげのぴょんと飛び出した部分、そして上まつげ、そして上まつげのもう一つ下部分を分割している。そしてこの点々点となっている下まつげ、瞳のハイライト、瞳のパーツ、そして白目のパーツと左目一つで8つのパーツに分かれているのである。おそらくここが一番細かくパーツが分かれている場所であるが、このように分けておくと非常に自然で豊かな目の表情を作ることができるので、この第1部でこのパーツをうまく使いこなすことができれば、第2部、第3部はより簡単に動かすことができると思い、挑んでみてもらえればと思うのであるぞ。同じものが右目にも入っていると。で、鼻のパーツ、そして口のパーツも5パーツで形成をされている。まずは上唇、そして下唇、そしてちょっとクリッピングで隠れているが、上の歯と下の歯、そして口の中、口内のパーツである。この5つのパーツに分けることで、あいうえおや細かな口の表情をきれいに作ることができるので、口のパーツ分けはこのように行ってみると良いであろう。そして輪郭のパーツに左耳に右耳と、こちらの32個のパーツがキャラクターの頭部分で使われているパーツになるのである。では体部分の紹介をしていこう。まずは一番手前に来ているのが右腕の下腕部分、そして本、胴体、
首、襟の後ろ。これは胴体とこうやってくっつけると、襟が丸く立体的になっているように見えるが、実はこのようにパーツとして分かれているのである。これが間で首で挟むことで、服の中に首をきれいに収めることができるのである。左腕、右腕の上腕。そしてスカートの表。そして左足、右足でスカートの裏側。こんな風にスカートを立体的に見せたい場合は、スカートを前後のパーツに分けて、その間にこのように足のパーツを置くと良いであろう。そして最後に髪の毛の部分である。後ろ髪を作るときは、このように頭頂部と髪の毛のサイド部分を少し書き込んでおくと良いであろう。こうすると頭のつむじの部分であったり、横を向いた時の髪の毛のサイドのラインをきれいに見せることができるのであるぞ。そしてこうやって胴体などで隠れている髪の毛の部分もしっかりと書き込んでおくと、ライブ 2D で動かした時にきれいに見せることができるのであるぞ。この胴体12パーツ、そして顔の32パーツの合計44パーツを使ってキャラクターのライブ 2D モデリングを行っていくのであるぞ。ではまず、ライブ 2D の作業をするためのツールのダウンロード方法を解説していこうと思うのであるぞ。Google など検索エンジンでライブ 2D と検索をすると、こちらにライブ 2D という公式サイト live2d.com というのが出てくるので、こちらをクリックしよう。すると、ライブ 2D キュービズムというサイトが出てくるので、こちらのソフトを使ってライブ 2D のデータを作っていくので、トライアル版無料をダウンロードするをクリックしよう。ライブ 2D キュービズムエディターダウンロードと出てくるので、こちらのソフトウェア使用許諾契約書をちゃんと読んだ上で、この方がちょっと軽く飛ばすんだけれども、使用許諾契約に同意するをクリックして、初めてダウンロードする方は初めてダウンロードするをチェックをして、こちらにメールアドレスを入れよう。こんな感じでメールアドレスを入れたら、Windows 版もしくは Mac 版をダウンロードしよう。今回は Windows 版を使っての作業を行っていくが、Mac 版でも基本的には操作内容は同じなので安心してほしいのであるぞ。ではこちらをクリックして、こちらでダウンロードしたファイルを自分のパソコンにインストールを行おう。インストールしたLive 2D キュービズムエディターを起動したのがこちらの画面になる。こちらに動画の概要欄で配布している練習用のモデルデータをダウンロードし、ZIP ファイルを解凍して PSD データのファイルがあることを確認しよう。では、解凍したフォルダーの中に L2D lesson.psd というファイルがあることを確認して、こちらをこの Live 2D キュービズムエディターの画面に直接ドラッグ&ドロップをしよう。するとモデルデータを読み込むので、このような画面になっていれば読み込みが成功しているのである。で、一番上のノートというこのレイヤーの上に書いてあるものに教材使用前の注意が書いてあるので、必ずこちらをしっかりと読んだ上でこの講座に挑んでもらえればと思うのであるぞ。そしてちゃんとこれをしっかり読めた方は、この画面のパーツと書かれているところのこのノートというパーツが、この目の部分のアイコンを押すとこんな風に非表示ができるのだが、これが今表示されていて、で、この講座の中ではこの表示以外では使わないので、このパーツという項目の右下にある選択している要素の削除をクリックして削除を行おう。これで講座の中で必要なパーツだけを使うことができるようになったのである。ちなみに先ほど画面をスクロールしたのは、キーボードのスペースを押しながら左クリックで画面をドラッグすると、この通り好きに画面を動かすことができる。そしてマウスのホイールをスクロールさせると、カーソルのある位置に画面の拡大縮小を行うことができる。この講座では拡大縮小とこの画面の移動をかなりの頻度で行いながら制作を行っていくので、この操作は覚えていてほしいのであるぞ。各パーツの確認を簡単にしておこう。頭部32、そして体12というフォルダがまず大きく2つある。これは読んで字のごとく、頭部には全部で32個のパーツが使われている。そして顔以外のパーツは12個のパーツでできているということになる。ちなみにこのパーツを選択すると、
こちら側の画面で、このように赤い枠で選択して囲まれているのがわかるであろうか。今、どのパーツを選択しているのかというのは、この通り、左のパーツというウィンドウと、右の実際に作業しているウィンドウを両方確認して、自分が今どのパーツを触っているのか、どのパーツを管理しているのかというのを必ず確認するようにしておこう。そして、この赤い枠で囲まれているパーツを画面の上にある矢印ツールというのを使うことで移動したり、形を変形させたり、回転させることができる。ただ、基本的には必要がなければ、この状態では勝手に動かしたり触らない方が良いであろう。講座の指示に従いながら動かせば、自然とパーツの動かし方や変形の仕方を覚えることができるので、初めて Live2D キュービズムエディターを触るという方でも安心していてほしいのであるぞ。ではまず、これからパーツをいろいろ動かしたり操作をしていくわけだが、そのための下準備をしていこうと思うのである。まずこのキャラクターを見てなんかちょっと変だなと思うのがあるとしたら、この口の部分。なんだか口の部分からはみ出している部分があると思う。このはみ出している部分、こうやって直接触ることで、左のパーツのところで何のパーツを触っているのかというのを逆に分かることもできるのである。今、我がクリックしたのは上歯と呼ばれている、これは歯のパーツであるな。歯のパーツが、この上唇、もしくはこの下唇のパーツのところからこの歯と呼ばれているパーツがはみ出してしまっているという状態になっている。上唇と下唇を非表示にしてみると、こんな感じで、口内と呼ばれているパーツに本来はこの上の歯と下の歯が隠れているものだったのがはみ出してしまっている状態になっている。まずはこれを解消しておこう。まずはこの口内というパーツを選択して、ここにインスペクタという項目があると思う。そこの ID というのが、このアートメッシュ29というのが自動的に割り振られているので、これを選択して、コントロールコピーもしくは編集からコピーを選択して、このアートメッシュ29という文字列をコピーしておこう。上歯を選んだ状態で、クリッピングと呼ばれているこのインスペクターの項目にあるクリッピングという項目のところにコントロール V でペーストしよう。そうしたら、ただこれはペーストしただけではこのクリッピングというものが反映されないので、エンターキーで確定させよう。するとこちらの画面で、口内のパーツの中から、口内のパーツから上の歯がはみ出さなくなっているのが分かったであろうか。こうやって動かしたらコントロール Z で戻すことができるので。こうすることで、口の中から歯が飛び出さないように設定できたのである。同じように、下の歯も選択して、クリッピングをそのままもう一回ペーストをして、口内の ID を貼り付けて、またエンターを押す。こうすると、今度下の歯が完全に消えてしまったが、こうやって基本的にはこの下の歯というのは口の中からは基本見えないようにしておいているので、見えないようになっていれば成功しているのである。では、下唇と上唇をまた表示すれば、これで歯がはみ出さない口の設定ができたのである。同じように今度は目の中でも行っていこうと思うのである。目はパッと見先ほどの歯のようにはみ出している要素はないのだが、瞳をクリックして、ちょっと今動かしてみると、この通り、白目から目が飛び出してしまっているのがわかるであろうか。瞳なので当然ながら、この後ろにあるこの白目というパーツからはみ出さないことが絶対条件になるので、コントロール Z でまず目の位置を戻して、先ほどと同じようにパーツの左目の白目を選択している状態で、ID アートメッシュ15をコントロール C でコピーをして、その上にある瞳のクリッピングを行おう。エンターキーを押せばこれで白目から瞳が飛び出さなくなった。同じようにこのハイライト、目につくこのキラキラの輝いている目も、この状態では白目から飛び出してしまうので、クリッピングを同じように目の白目のアートメッシュ15をコピーしてエンターを押せば、これで瞳のハイライトも白目からはみ出さなくなったのである。今度は同じように右目の白目が選択されていることを確認して、アートメッシュ23という ID をコピーして、同じように瞳の部分に
クリッピング。そして、右目のハイライトにもクリッピングを行おう。これでこの2つがはみ出さなくなったのである。これでまずはパーツが正しく表示されている設定にすることができた。では、この状態で一回ファイル、保存をしておこう。ライブ 2D の作業。やはりな、大変な作業なだけに細かく保存を繰り返すことが大事だと思うので、このように一つ一つ作業が終わったら必ず保存を行うようにしておこう。保存するときは先ほど PS3 データを開いたところに保存しておくと良いと思うので、ファイル名はこの L2D_lesson.cmo3 になっていればそれで良いと思うので、保存を押そう。これで L2D レッスン CMO3 ファイルが保存されたのが自動でこうやってフォルダが開いてくれるので確認されると思うので、こうなっていれば大丈夫であるぞ。では次にパーツをメッシュ分割していこうと思うのである。今この状態、ただ四角く囲まれているだけで、このパーツというものが細かく動かしたり立体的に動かすための準備がされていないので、いわゆるゲームのポリゴンのように三角形の集合体のようなメッシュ状態にする作業を行っていこうと思うのである。やる方法はまずパーツのメッシュ分割したいパーツを選択している状態で、今回は簡単に行われるこのメッシュの自動分割というのを選択して行っていこうと思う。こちらをクリックすると、このような項目が出てくるので、プリセットから標準というのがあるので、こちらを選択しよう。すると、この通り、何やら三角形にぐるっと囲まれたパーツが出来上がったのがわかるであろうか。こうすることで、このパーツというのがメッシュ分割され、細かく動かすことができるようになったのである。こうなったことで、この一つ一つ点になっているのがわかるであろうか。この点の部分をクリックして、ニュッと引っ張ると、なんとこんな風に、点で制御されて、細かくパーツを動かすことができるようになるのである。ただこんなにこうやって動かさないと、ライブ 2D のキャラクターが作れないとか、こんな細かいことを動かさないと作れないのかと不安になるかもしれないが、こういうことはほとんどしなくてよいので、基本的にはもっと簡単に作ることができるので安心してほしいのであるぞ。また、このように間違って触ってメッシュが変になってしまった場合は、コントロール Z を押して元に戻してあげれば良いのであるぞ。では同じようにカチューシャを選択して、標準。そして左眉、右眉。で、これはシフトキーを押しながらパーツを押すとこうやって一気に選択することができるので、あまり一気に選択をしすぎるとメモリが足りなくなって、このパーツの分割というのがこのメッシュの自動生成に失敗してしまうことがあるので、2パーツか3パーツぐらい、あまり大きくないパーツであれば複数選んでも大丈夫なので、こんな風に選んだら、標準を選択しよう。ただ、眉毛のように細かく表情を動かしたいとかしたい場合は変形度合い大にしてあげると良いであろう。このあたりは好みも出るし、こうした方がいい、どうした方がいいというのは個々のライブツーリンの作り方によって変わると思うが、細かく滑らかに動かしたいときにはこのメッシュを大にしておくと良いであろう。今回はあまり眉毛の大きな変形はしないのだが、こういう風にしようということで変形度合いを大にしておこう。で、同じように前髪と左横髪、右横髪。この髪の毛の前にある部分のパーツだな。これは標準で良いであろう。で、同じようにまぶたとまつげ飾りを複数選択したら標準。で、この上まつげという部分は滑らかに細かく動かすので変形度合いは大にしておこう。上まつげその2、この分かれている、上まつげはこうやって2パーツに分かれているので、これも大にしておくと滑らかに変形できるであるぞ。そして、下まつげを標準にしたら、あれ？先ほど3つこのまつげの点々点があったのに消えてしまったという場合がある。こんな風に細かいパーツなどは自動生成の際にメッシュ割りを失敗してしまうことがあるので、こうなってしまうときは、メッシュの自動生成ではなく、メッシュの手動編集を行った方が良いであろう。メッシュ変形をする際に、まずこの囲まれている4点がちょっと邪魔になるので、消しゴムツールを選択して、まず囲まれているちょっと頂点を消してしまおう。そして、こ
こちらの頂点の追加というツールを使って、とりあえず5点こんな感じで設置をしよう。たら、この頂点と頂点の間にちょっと置くような感じで、トン、トンと置いて、周りをぐるっと囲うように置いて、また、頂点と、この最初に置いた直線の頂点と頂点の間を、に置くことを意識して、点を置く。こうすると、ただ、この頂点というのは三角形になっていなければいけないので、この間をこんな風に、ジグザグと縫う感じで三角形の形を作っていこう。この形は今回は適当に作ってても大丈夫なので、とりあえずこうやってまず囲ってしまえば良いので、置くだけ置いたら、あとはちょっと形を整えたいときは、選択編集ツールを使って形を整えよう。この書いてある絵からある程度ちょっと離しておいておいた方が、動かしたときに綺麗に動かすことができるぐらいに覚えておくと良いので、こんな感じで形を置いたら、上のチェックマークを押そう。これでしっかりと表示されたメッシュ割りのできたパーツができたのである。では続けて、他のパーツなどは自動生成で割っていこう。標準。で、白目の部分も標準で割ると。これで左目の部分の分割ができたのである。じゃあ同じように右目も標準。で、上まつげの2つのパーツは変形度合いを大にしておく。そして下まつげは手動でメッシュ生成をしたいので選んだ状態で、まずは消しゴムで余計なポリゴンを消して、メッシュの追加で1、2、3、4、5点置いたら、そこから囲うように置いていく。で、ジグザグと分割をしていこう。で、選択編集ツールで、ある程度なだらかな形になるようになっていれば良いので、こんな形でできたらチェックマークをして、決定してメッシュを分割すると。残りのパーツもやっていこう。ハイライト人に白目はもう一気に選んで、標準と。で、鼻のパーツは標準。で、口のパーツは特に滑らかに動かす必要があるので、上唇と下唇を変形度合いを大にしておこう。この状態でもちょっと粗いかなと思うので、点の間隔というのをぐーっと下げて、一番少ない10にしておこう。こうすることで口を滑らかに変形させることができると思っておくと良いであろう。他の部分は標準であとは割れば良いかな。で、輪郭と左耳、右耳。ちょっと今、耳のパーツが見えないので、ちょっと前髪を消して、これも標準で良いであろう。本当に結構自動でこんな風に生成してもかなり綺麗に分割をしてくれるので、特に初めての方であれば、このメッシュの自動生成を使えば時短にもなるので、おすすめなのであるぞ。次には体のパーツに行こう。体は、今回は顔ほど細かく動かすわけではないので、基本的には標準でメッシュの自動生成をしていけば良いであろう。
そしてこの後ろ髪のパーツは胴体よりも後ろにあるので、今回は頭のパーツではなく体のパーツの一番下に、つまり一番奥側に設定をしてあるので、それも標準で分割をしよう。これで全てのパーツをメッシュに分割することができたのである。そしてこれで必ずやらなくてはいけない作業というのがあって、これからもライブ 2D を作るという作業をそのまま行うこともできるのだが、作業だけはできるのだが、パーツを書き出して、いわゆるライブ 2D を動かしたいという時に、外部に書き出すための、画像設定というのをしなくてはいけないのである。そのために必要になってくるのが、上のメニューにあるテクスチャアトラス編集というものが必要になってくるので、パーツのメッシュ分割が全て終わった状態で、テクスチャアトラス編集をクリックして、テクスチャ名は、今回テクスチャアトラス1そのままで良いので、幅というのを 2048×2048 にしておこう。プロ版はそれ以上の4096や、もっとでかい 4K、8K というサイズを使えるのだが、今回は2048ピクセルの 2K サイズを選択しよう。これはフリー版であれば選べる最大サイズなのである。そして、その後は設定はそのまま触らず OK を押すと、この通りパーツを自動で配置してくれるというものがある。これを実際は書き出して、で、他のソフトで動かすときに、ここから画像を引っ張ってきてキャラクターを生成するという仕様になるのである。なのでこれも拡大してみたりチェックできたり、自分でこうやって配置する場所を動かしたりすることもできる。特に今回はシンプルなパーツなので、2048ピクセルでもしっかりと収まっているであろう。ではこれで OK を押す。すると、テクスチャアトラスの生成が行われて、これでできたのである。ちなみに今この状態で T ボタンを押すと、これが今原寸で読み込んだ画像のサイズで、そして T ボタンを押すと、ちょっとぼやけてしまうのがわかるであろうか。ここまでなかなか VTuber のモデルとかを作るとかでアップになることはないとは思うので気にはならないかもであるけれども、2048ピクセルでこういう全身モデルを作ると、やはりこういうガチ恋距離をした時にぼやけてしまうので、例えばこういうぼやけが気になるのであれば、プロ版を登録して、より大きなテクスチャアトラスのサイズにして滑らかなモデルを表示するというのをしてみると良いであろう。ちなみに魔王が作っているぐらいのモデルサイズであれば、先ほどのテクスチャアトラスの2048だったのが4000以上の 4K サイズにすれば、ほぼぼやけることなく使うことができるということを覚えてもらえれば嬉しいのであるぞ。では、この状態で一回また保存をしておこう。では、これから実際にキャラクターを滑らかに動かしていく作業を行っていこうと思うのである。ここがライブ 2D を作っていく上で一番楽しい作業でもあり、大変な作業でもある。ただ、我の講座通り、順番通り行っていけば必ず作ることができるので、この講座動画を何回も繰り返してみたり、必要なところを再生してチェックをしてみてほしいのであるぞ。また、この動画はチャプター分けされているので、見たいところを繰り返し見たいという方法にも適しておるので、安心してほしいのであるぞ。ではまずは、キャラクターの顔の目と口の動きを作っていこうと思うのである。ではまずは目の動きを作っていこうと思うのであるが、まずは、このまぶたを閉じる、目を閉じるという作業を行っていこうと思うのである。そのためには、ここにあるパラメータというところに、このパーツがどんな風に動くのかというのを登録する必要があるのである。この手順は、しっかりと覚えて、そして適切なパラメータに登録することで、このライブ 2D のモデルをウェブカメラなどで動かすときに綺麗にコントロールすることができるので、ここの作業は初めての方は必ずチェックをしながら進めてほしいのであるぞ。ではまず、現在パーツは左目の上まつげの位置を選択している。で、目を開閉させるためのパラメータというのが、そのものズバリ、左目開閉というパラメータになる。このパラメータが 1.0 の時は目が開いていて、そしてこのパラメータが0になると目が閉じているというのを作りたいので、まず上まつげ1が選ばれている状態で、パラメータの上にあるキーの2点追加というのを押そう。こうすると今ここに緑の点ができて、そして 1.0 のパラメータのところに赤い丸がついているのがわかるであろうか。今、この赤い丸がどこにいるのかというのがこのパラメータを動かす時の数値になるので、1.0 に赤い丸が来ていれば目が完全に開いている。そして 0.0 になると目が完全に閉じているという状態になる。なので、パラメータを 0.0 にしっかりと合わせよう。
この赤い丸を 0.0 にしっかり合わせたいときは、マウスを右クリックすると、この通りピタッと 0.0 に合わせてくれるので、まずは目が閉じているパラメーターにこの赤い丸が来ていることを確認しておこう。では、これをまぶたを閉じるために作るためには、このメッシュを動かして、この一つ一つのこの点を細かく分割されているメッシュを動かして、閉じた目の形、つまりこの上に山なりになっている形から下に山なりになっている形にしなくてはいけない。じゃあこのパーツをさっきみたいにこう一つ一つ動かして作らなきゃいけないの大変だなって思うかもしれないが、メッシュを一括で変形してくれるツールがあるのである。それがこちらの変形パスツールというものである。こちらを選択して、だいたい5点ぐらいかな。こんな感じで、この上まつげの中心を通るように5点、こんな感じで点を設置しよう。変形パスツールを引き終わったら、このメッシュ全体が囲まれているこの四角い枠の中心のこの赤い点があるのがわかるかな？この赤い点のところに持っていくと矢印のカーソルが4方向に分かれている矢印になっているのがわかるであろうか。この状態でこうやって動かすと、メッシュ分割されたパーツを一気に動かすことができるので、シフトキーを押したまま、この上まつげのパーツをぐーっと下に下ろそう。だいたいこのぐらいで目を閉じるかなぐらいのところになんとなく置いておけば良いのである。こんな感じであるな。そうしたら、今度はこの変形パスツールの緑の点をこんな風に選択することができるので、この状態でまたシフトキーを押しながら、ぐーっと上に押してみよう。そうするとこんな感じで、分割されたメッシュ一つ一つが大まかにざっくりと変形できるようになったのである。これを使って、こんな感じで閉じた目の形になるように調整をしていこう。そして、この右端と左端のメッシュはちょっと内側に寄せると、閉じた目をきれいに表現することができるので、ちょっとだけ内側に寄せて調整をしよう。で、こんな風に閉じた目の形に簡単にできるので、閉じた時にまつげの位置がきれいに来る位置、だいたいこのぐらいかな、に選択をしておこう。これで今、この閉じた 0.0 のところで、この上まつげ位置はこの形になりますという指定をすることができた。なので、このパラメータを動かすと、ぐーっと、パスツールが、メッシュが変形して、閉じた目の形になったのが分かったであろうか。これを繰り返して、すべてのパーツが閉じた時に綺麗な形になるように調整をしていこうと思うのである。では次に上まつげ2を選択をして、同じように変形パスツールを選択して、だいたいこれは3点あればいいかな。こんな感じで、ポチポチポチと置いたら、忘れてはいけないのは、必ずキーを2点追加して、左目の開閉に、この上まつげ2も左目の開閉2に属しますよというのをチェックしておこう。そして 0.0 に配属されていることを確認して、ツールを動かして、矢印ツールを使ってざっくりと目が閉じる形にしていこう。これで位置は大丈夫なんだが、ちょっとはみ出してるので、この大きい四角の枠もこうやって動かして、綺麗に閉じるように設定しよう。これでちょっと動かしてみようかな。こんな感じで動かすと、動かしてはいるんだけど、ちょっとこの辺りの形が変。ちょうど真ん中、半目になったあたりで、ちょっと形が分割してるのが分かっちゃうようになってしまうかのっていうのがあるので、ここでちょっと今回、前回の講座ではやらなかったテクニックなのだが、この上まつげ2がちょうど真ん中ら辺で変な形になっているのを調整したいってなると、この緑の点がないところでは調整することができないのである。なので、まずこの2点でざっくりと動かした後に、こちら、上まつげ2を選択した状態で、キーの3点追加というのを押そう。すると、ちょうど 0.5 のところに、
編集できる点が追加されるので、ここで、こんな感じで、まつげがこう切れない形になっていることを確認して、調整をしたらもう一回閉じている形をこうやって確認をすると、こうやってまつげが綺麗に変形しているのがわかるであろうか。もうちょっと形を調整しようかな。ざっくりと変形をして。これで上まつげが閉じている形ができた。こんな風に途中の点を追加したいときには、こんな風に3点追加などを押してみると調整がしやすくなるであろう。では、今度はこの取り残されちゃったまつげ飾りを選択して、同じように左目の開閉に2点キーを追加しよう。そして 0.0 閉じている状態を選んでいる状態で、この四角の枠の上の点を選んで、ペロンとこうやって上から下にひっくり返すと、なんとまつげを反転させることができるので、反転させたら、目のところにまっすぐシフトキーを押しながら移動させて、まつげが綺麗に動いている設定しよう。こうすると、こうやってまつげが綺麗に閉じるんだが、先ほどの上まつげ2を動かした時のように、この 0.5 にした時に、まつげが消えてしまって、ちょっとこの平坦な半目の状態になってしまうのはもったいないので、左目のまつげ飾りを選択している状態で、またキーの3点追加を押して、これでこの真ん中に来ている時に、もうちょっとこのまつげをぐっと上に引っ張って、よいしょ。こんな感じで半目の状態だと、まつげが上に飛び出しているように設定しよう。こうすることで、こうやって閉じる直前までちゃんとまつげが上にあって、下にペロッとこうやって出てくるというのが作れたのが分かったであろうか。ではこの状態で今度は白目を、これだともちろん目は閉じたんだけど白目が閉じていないので、白目がこうやって閉じてしまえばクリッピングというのをされているこの白目の形に中の瞳とハイライトが追従するようになっているので、この白目さえ動かしてしまえば、あとは瞳の部分は隠れてしまうので安心してほしいのである。では、左目の白目を選択している状態で、キーの2点追加を選択する。この状態で 0.0、目が閉じている状態にパラメータを設定して、ぎゅーっと潰してしまおう。もうほとんど白目が見えなくなるぐらい、平たく潰してしまおう。ここ一回潰した状態で開くとこんな感じに動くのが、この状態では当然ながら変な形で潰れてしまっているので、この白目を3点変形パスツールを用意して、まずは移動させて、目の中心に持ってきたら、この白目の部分を瞳の中にちゃんと覆いかぶさるように動かして、この状態でちょっと開閉を見てみよう。するとこんな感じで綺麗に目の中で閉じているのがわかるであろうか。で、次は下まつげを選択して、同じようにキーの2点追加を選択する。そして変形パスツールを3点置いて、この上まつげの中に隠れるようにパーツを調整しよう。そんなに難しくないのでね、こんな感じで調整したら、これで動いて問題がないかを確認しよう。綺麗に動いて、最後はちゃんと上まつげの中に隠れるようになっておる。そして、このまぶたというのもあるので、これは目が閉じたらちょっと多少こうやって下に下ろした方が自然に見えるので、左目のまぶたが選択されていることを確認したら、パラメーターに2点追加をして、そして閉じている 0.0 の状態で、こうやってグッと下げてしまおう。これで、目のパーツの動かし方が終わったので、こんな感じで目が綺麗にパチパチと動くようになったのが分かったであろうか。一つ一つ作業のやり方さえ覚えてしまえば、これだけ複雑なパーツが重なっているのは本当に目と口だけなので、
最初は混乱するかもしれないが、この手順を繰り返していけば、こうやって簡単に閉じる目を作ることができるのであるぞ。では、同じように、右目もやっていこう。で、右目をまた閉じるときは、今度はこの右目開閉というパラメータを使うので、間違っても左目の開閉を選択したまま、上まつげなどにパラメータを設定しないように気をつけよう。では、右目の開閉を選んでいる状態で、上まつげ1を2点追加して、0.0 の閉じた状態にしたら、変形パスツールを使って、だいたい5点ぐらいまた置く。ちょっとこの状態で一回調整しておいて、よいしょ。で、また閉じる形に作っていけばよいのだが、左目と同じ形に作るの難しいんじゃないのかって思う者がいるかもしれないが、そういう時には、こうやって左目を閉じた状態にしておいて、そして、この画面の上に、グリッドの表示、非表示というボタンがあるので、こちらを表示している状態で、このグリッドの位置に大体同じように合うように調整していけばよいので、グッと下げて、パラメータを触って、目の形を、よいしょ、変形をさせて、同じ形になってるかなとか、例えばこうやって閉じた時に、だいたい同じ位置に同じような形になっているかなっていうのをこのグリッドの表示を見ながら確認すると良いであろう。この状態だと確認がしづらいなという方は、この目の他のパーツを、このパーツのところから非表示にして、閉じた形がだいたい同じになっているかとか、同じようなところに同じ形になっているかを確認すると良いであろう。まあ、こんなところかな。ここは、最初のうちはぴったり合わせすぎようとすると、永遠に時間がかかってしまうので、まあ、大体こうなってたらいいだろうぐらいの気持ちで全くもって良いので、これでできたら今度はじゃあ上まつげ2を選択して、この右目開閉にパラメータを2点追加して、で、同じように、変形パスツールを3点用意して、まずは閉じた状態で、しっかりと収まるように、よいしょ。でいこう。で、この状態でまた開いてみると、ちょっと途中で変に見える時があるので、3点追加に変更して、途中でも綺麗に閉じている形になることを確認して、こういう細かいところで、どうしてもうまく形ができないときはこうやってポイント一つ一つをちょっと調整しながら動かしてあげると綺麗に収めることができるので、ざっくりと全体を作ってどうしても細かい微調整がうまくいかないときには、こういうふうにパスを、メッシュを一つ一つ触ってあげると良いであろう。本当に最後の手段という形で触ると良いであるぞ。これで、よし、閉じたので OK である。じゃあ、まつげ飾りを表示して、2点表示を、右目開閉の2点追加を、まつげ飾りを選択して、右目開閉にパラメータを2点追加して、0.0 に閉じている状態で、反転させて、下まつげに置くと。で、これだと、真ん中に来た時にまつげが消えてしまうので、3点に変更して、表示された時と同じようになるように、よいしょ、調整をして、
これで同じようになっていれば OK である。目の部分を表示して、そして白目を右目の開閉で2点追加を行って、右目の 0.0 閉じている状態を選択したら、ぐーっと潰して、そして変形パスツールで3点用意したら、白目のこの弓なりの形に合うようにシフトキーを押しながら、ぐっと変形させて、これで開閉して、白目から飛び出してないかとか消えてないかっていうのをちょっと確認しておこう。問題なく綺麗にできておるので OK である。そしたら、右目の次は下まつげをパラメータを2点追加して、変形パスツールで 0.0 に閉じたときに、まつげがちゃんと中に入るように調整をして、動かしたときに問題がないかを確認して、これで OK なので、最後はまぶたを選択した状態でパラメータを2点追加して、0.0 の閉じているときにぐっと下げて、これも左まぶたを確認して同じ位置ぐらいになるように調整をしたら、これで動いているかどうかの確認をして、動作に問題がなければ、これで目の開閉ができたのである。そして、パラメータをいちいち戻すときにこうやって手でやってるとこう中途半端なところで開いてしまったりみたいなことになると、後々パラメータを調整するときに間違った挙動をつけてしまう可能性があるので、そういう際にはこのパラメータというところにあるこのメニューから、デフォルト設定値に戻すというのを選択しよう。すると、すべてのパラメータがデフォルトの設定値、指定されたのである。必ず別のパーツを触って動きを出すというときは、先ほどのこういう目の開閉を確認するなどの特例を除いた場合は、必ずこのデフォルトの設定値に戻すを設定して、パラメータがきれいに整っている状態を心がけるようにしておこう。これはもう、この講座の中で何度も言っていこうと思うので、確認をしてほしいのであるぞ。で、このデフォルトの設定値に戻したら、保存をしておくと、間違ったパラメータを作ったり設定するという誤りも起きにくくなるので、こういう風に設定をしておくと良いであろう。では次に、目を動かしていこうと思うのである。目を動かす。つまりこの瞳の部分こうやって動かして上下左右を見ているというのをパラメータ設定していこうと思うのである。そこで必要になってくるパラメータが、目玉 X、目玉 Y というものである。目玉 X はこの左右の動き。目玉 Y は上下の動きを管理するものである。なので、綺麗に動かすためのテクニックとして、左目と右目の瞳を同時に動かし設定していこうと思うのである。なので、まず左目の瞳を選択している状態で、コントロールキーを押しながら、右目の瞳も選択しよう。するとこの通り、2つ同時に選択することができたので、目玉 X にキーの3点追加を押そう。すると、0.0 の状態からマイナス1とプラス1に動かすことができるようになった。このマイナス1の時は、このパラメータが左側に行っている通り、画面向かって左側にこうやって目を動かす設定をすると良いであろう。なので、2つ選ぶとこの通り、パーツの中心に赤い点がこうやって出てくるので、これをまた選択した状態で、これが出ていることを確認したら、シフトキーを押しながら、まっすぐ平行に。だいたい右目の黒目がまつげに当たるぐらいを選択すると良いであろう。ぐーっと押して、で、離すと。これでもう、向かって左側を向くっていう設定ができたのである。で、今度反対側 1.0 になるので、今度は左目がまつげに当たるぐらいを選択する。すると、これでキョロキョロと動く瞳が完成したのである。で、同じように目玉 Y。今、瞳の左右が選択されている状態で目玉 Y をまた3点追加をして、今度はマイナス1になると下を見るということになるので、ぐーっと下に持っていく。で、
1.0 だと上を見るので、ぐーっと上を見よう。あんまりこれはギョロギョロ動かしすぎなくてもいいかな。このぐらいで十分動かすことができるであろう。同じように、左目のハイライト、そして右目のハイライトを選んで、目玉 XY にそれぞれまた3点追加していこう。で、ここで一つ、ちょっと上手に見えるテクニックを紹介しようと思うのだが、こうやって目玉 X が動いたときに、同じぐらい動かしてしまうと、こんな感じだよなってなるんだけれども、このハイライトの追従を少し弱くする。この、左を向いているほど左にずらさないでいると、こんな感じちょっと立体的にハイライトが動いているように見えるのがわかるであろうか。なので反対側も、7、8割ぐらい追従する動きにすると、こんな感じで、瞳のハイライトが複雑に動いているような、立体的なハイライトの動きというのを疑似的ではあるが簡単に再現することができるのである。で、この目玉 Y にもハイライトを選んだ状態で3点の動きを追加するのだが、下に動かすときもほんの少しだけ動かすと、この中でまたちょっと立体的に見えて、で、上を向くときはこれでまた上に動かすってするとハイライトが消えてしまって、ちょっと瞳に活力がなくなってしまうので、下に動かすときにはほぼ、今回はもう動かさないままにしておくのである。こんな。これで瞳の動かし方ができたのである。ただ、斜めを見るとか、斜め右上を見る、左上を見る、左下を見るっていうのができないので、またコントロールキーをしたまま、パーツの瞳を選択して、今、この目玉 XY が動くパーツを選択した。今こうやって自動で選択したけれども、例えばこの目玉 XY を選択している状態で、こうやって、パラメータのこの操作できる点を選択すると、こうやってメニューが出てくるのだが、ここで選択っていうのを押すと、なんと、ここでパーツで、このパラメータを使っているパーツというのが自動でこうやって選択されるのである。なので、いろんなパーツを選択したり、操作してくると、どのパーツにどのパラメータが割り当てられてたっけっていうのを忘れてしまうこととか、選択し忘れてしまうということがあるので、そういう時には必ずこの選択というのを選ぶと、自分がどのパラメータに何のパーツを当てはめたのかというのを簡単に見直すことができるので、覚えていてほしいのである。で、この状態で、目玉 X、目玉 Y の横に結合というボタンがついているので、目玉 X の部分のこの結合というのをクリックすると、なんと、複雑な9個のマスになったので、これがどういうことかというと、こんな風に目をぐるぐると動かすことができるようになるツールなのであるが、左上、右上の方に持っていこうとすると、ちょっと動きが挙動が変なのがわかるかな。右を見てないんだよね。右と左しか見ていない。で、上と下で。まだこの斜め上を、パラメータが設定できていないので、なので一個一個動きを設定していけば良いのだが、こんな風にぐるっと見せたいときに、四隅の形状を自動生成という項目がこのパラメータの上のメニューにあるので、この四隅の形状自動生成をクリックして、X と Y のパラメータをこの四つ角にあるパラメータを自動生成しますというのに OK を押すと、なんと、ちゃんとこうやって斜め上や斜め下を見てくれる目を簡単に作ることができたのである。これで目の動かし方は完成したのである。では次に、口の開閉、そしてあいうえおと喋った時に、その形に対応する口の形を作っていこうと思うのである。おそらく細かく動かすという点では、ここが一番大変で時間がかかる場所かもしれないが、作り方さえ覚えてしまえば、とても簡単な作業なので、ぜひ覚えていてほしいのであるぞ。では、口のパラメータで使う、この5つのパーツをすべて選択した状態で、口の開閉、口の変形というパラメータを作っていこうと思うのである。で、どういう風なパラメータにするのかというと、こちら Live2D のフォーラムからお借りした画像なのであるが、口の開閉と口の変形を組み合わせることで、この12個のパターンの口を作ると、キャラクターの口をきれいに動かして、そしてあいうえおと喋ったり、笑ったり、困ったりした時の口の変形をきれいに追従させることができるのである。我はこのやり方を採用しておるのである。で、この表だけ見ると、じゃあ Live2D でどんな風にしたらいいのかがわからないという方もいると思うので、
そのための設定を行っていこうと思うのである。では、口に関するメッシュ5つを全部選択している状態で、口の変形に3点キーを追加しよう。-1から1になるパーツであるな。で、口の開閉は4つキーを追加したいので、その際はキーを手動で編集しますというところをクリックしよう。すると、0から1のバーが出てくるので、このバーの上で、0、0.3、0.7、1.0 のこの4つを選択して OK を押そう。するとこの通り4つのキーを制作することができた。この状態で口変形の結合をクリックしよう。こうすることで横3つ、縦4つ、計12のキーが追加されているのがわかるであろうか。この形、先ほどの見せた画像とちょっと比べてみると、これも横3つ、縦4つの12個の口の形になっている。なので、このパラメータ一つ一つに、この口の形を割り当てていくというのが、これからする作業なのであるぞ。12個も作ると大変だと思うかもしれないが、例えばこのうの口だったりいの口というのは、そのまま複製して持っていっても我は良いと思っているので、そのような簡単な時短テクニックも紹介していこうと思うので、安心してほしいのであるぞ。ライブ 2D キュービズムに戻って、口を変形させていこうと思うのである。まずはパラメータをデフォルト設定値に戻しておいて、この閉じている口の一番下、これがデフォルトの状態、何も触っていない状態の口になるのである。で、その横、一番下の列の左下は、困った時や悲しい時の口にしたいので、変形パスツールで、口の形に沿って5点ぐらいかな、こんな感じで。ポンと置いたら、矢印ツールでシフトキーをしてちょっとこうやって下に下げて、しょんぼりした口に作っていこう。こんな感じかな。こうすると、こうやってにっこり口からしょんぼり口にすることができた。で、同じように、下唇も同じような形にしていこう。ちょっと上唇が今被さってて分かりづらいので、一回上唇を消した状態で、変形パスツールで、この下唇にも5点を追加したら、この上唇の形と同じになるように、矢印ツールを使って、調整をしていこう。これで問題ないである。では次に、こちらの右下のパラメータは、にっこり口を口角が上がった時にするにっこり口にしたいので、デフォルトでもにっこりはしてるんだが、よりニコッとした印象になるような口にしよう。なので、上唇を選択して、ぐーっとこう横に広げて、ニコッとこう笑っている時の顔になるように。で、これ口の編集している時は顔全体を出しながら、どんな風に見えるかというのをこれで確認すると良いであろう。もうこれだけで、まずは一番下のパラメーターが完成したのである。では次に、真ん中の一つ上の段。こちらは、ちょっと小さめのうーという口を作る。なので、半開きのような口の形になれば良いというのをイメージして作っていこう。上唇を選択して、うの口になるように、変形パスツールを触って、こうやって上唇の形を作ったら、下唇も変形パスツールを触って、うの形にしていこう。こんな感じかな。半開きの口になっていれば OK なのである。
これだけでこんな感じで口が開いているのがわかるであろうか。で、それの左側にある口は、ちょっとうーって、うの口よりもちょっと潰れた形のうの形にしてみよう。こんな感じでちょっとひょうたん型、こういう形になるように作ると、イメージ通りに作れると思うのであるぞ。同じように上唇を選んで、ただこの口ってあんまりライブ 2D を動かせるソフト、VTube スタジオとかアニメーズとかを使ってもそこまで表示されることはないので、こんな感じで、口の端のパーツと端のパーツがちゃんとくっつくように調整しよう。こんな感じで。こんな感じかな。これでもうできたので、次は、このちょっと半開きの口の右側。この図で言うと、いの口であるな。いの口を作っていこうと思うのである。なので、上唇を選んで、口がいっと開くように作っていこう。なので、平たく開きつつ、上唇を大きく横に広げるイメージで、で、どういう口になるんだろうとか、あんまりどういう口になるのか想像できないやというものは、一回例えば絵とかで自分で、あいうえおの口を開いている時の口というのを想像しながら作ってみると良いであるぞ。で、今、この赤い点が作業しづらい。そういう時はこれで拡大しながら触ってあげると良いである。で、口の形ができたので、上の歯を選択して、下に持ってきて、口の半分ぐらいになるように歯を置こう。そしたら、下の歯を持ってきて、上の歯と重なるようにいの形にしよう。こうするだけで一気にいの口になったのが分かったであろうか。この歯の線と線がちょうど重なるように置いてあげるといの口を作ることができるのであるぞ。これでいの口までが作れた。もうこれで下半分ができたのである。では次に、この作った今、うの口といの口をこちらの左の縦の2つに持っていこうと思うのである。で、こうやって変形した動きを持っていくときには、今このうの口を作っている状態なので、先ほど言ったここを選択、うの口を選択した状態で、選択を押し、うの口で関わっているパーツすべてを選択したら、上のメニューのモデリング、形状の編集から、形状をコピーというのを選択しよう。ショートカットキーで言うと、コントロール、シフト、C を押せばよいので、こちらを押した状態で、うの口になる左上を選択すると、まだそこは触っていないので、このデフォルトの閉じた口のままだが、うの口の部分が選択できたら、モデリング、形状の編集、形状貼り付けを選択しよう。すると、うの口がこの通り自動的に貼られて、この縦の列でもここで作ったうが同じように使われているのがわかるであろうか。こんな風に作ったパラメータをコピーして貼り付けるということもできるので、これを知っているとライブ 2D を作るときに非常に時短になるので覚えていてほしいのであるぞ。では、先ほど作ったこのいの口も選択されている状態で、モデリング、形状の編集から形状コピーを選択して、一番左上の口をいの口にしたいので、モデリング、形状の編集、貼り付けをして、これでいの口もできた。もうこれだけで2つ分制作をしなくていいので非常に楽になったのである。では、次に
あと残りこの4つだな。もうあっという間にあと残り4つになったのである。なので、次は、ちょっとちっちゃい、うとおの間のような、大きくちょっと縦に開いた口というのを作っていこう。じゃあこの状態で、上唇を選択して、同じようにおの口を作っていく。おの口はやっぱ綺麗に、まん丸い唇を作れると綺麗なので、綺麗な丸いカーブになるように調整をしよう。そしたら、下唇も、調整して、よいしょ。口の口角の端と端が合うように調整をして、で、こうしたときに、ここに、ちょっと口内のパーツがはみ出してしまっているので、そういうときは、口内のパーツを選択して、ギュッてこうやって縮めてあげれば、口のパーツが外にはみ出したりすることがないので、安心してほしいのであるぞ。あと、ちょっと歯のパーツも見えてるので、こういうちっちゃい口のときは歯のパーツが見えない方が可愛いので、ちょっとだけ上にずらそう。これでこんな風にもう、綺麗に開く口ができた。で、その一番上にあるパーツ。今回ちょっと縦にやっていくのが、大きなおの口の形を作っていこう。なので、さっき作った、このおの形よりも、しっかりと大きく開いた形に作っていこうと思う。なので、一回このおの口を、コピーして、そして、一番口を大きく開きたいこのおのパーツのところを選択した状態で、貼り付けを行う。これでまずおの形自体をもう複製しちゃったので、これでこれよりも大きいおの形を作っていけば、よいしょ。良いので、こうやってベースのおの形から複製して作れば簡単に作ることができるようになるのである。で、この時ちょっと歯が見えてると可愛いので、今回は歯を出しておこう。これで、滑らかに、まずは口のおの部分が完成したのである。じゃあ同じように、最後、この右の上2つを作っていこう。ここが、えとあの形になる。なので、明るく元気に口を開いているイメージで、口の形を作ると、しっかりと動いている印象を作ることができるので、パッと明るく元気に口が開いているように作っていこう。今度はこうやって口の端の形をパカッと元気に半円に開いているようなイメージで作ってあげると、元気に口を開いているイメージで作ることができるのである。これが絵の形になるので、で、先ほどのように、よいしょ。この絵のパラメータを選択したら、モデリングの形状の編集、コピーをして、そして一番右上に貼り付けをする。で、この口をもっと大きく開けば、あの形になるというイメージで作っていこう。ちょうど上の歯が見えるぐらいまでパラメータを持っていって開くと元気で明るいあの口に見えるのであるぞ。このあたりもあの口を自分のキャラクターだったらどんな風に作るだろうっていうのをイメージしながら作ってみると良いであるぞ。
口内のパーツが小さくて、この下唇の部分、パーツが、肌の部分が見えてしまっているので、ぎゅーっと縦に引っ張って、で、今度はこの上の部分が漏れちゃってるので、こうやって調整して、綺麗に見せておこう。で、この時、下の歯が見えてるとあんまり我は可愛くないので、下の歯を選択したら、下の歯は見えないように調整をしよう。これで12個の口の動きが完成したのである。こうやってぐるーっと動かしてみて、おかしな挙動になっていないかを確認しよう。問題がなさそうであれば、これで一回保存をしておこう。保存。これで口の動きができたので、より、動いてるなとか、ちょっと綺麗に動かしてるな感というのをアピールしたいとき用に、もう一つだけ、今回新しいことをやっていこうと思うのである。顔の輪郭を選択して、ここにワープデフォーマーの作成というのがあるので、これをクリックしよう。すると、ワープデフォーマーを作成という何やら難しい言葉が出てきたので、ここでちょっと名前を書いて、口パクの表面というのを作って、ベジェの分割数を、これが横の分割数と縦の分割数なので、こちらを 2×3 にして作成を押そう。どういうことをやってるのかわからないというものがおるかもしれないが、まずはこの数値を入れて OK を押そう。すると何やら新しい緑の枠が作られたのがわかるであろうか。これがワープデフォーマーと呼ばれる、さっきのメッシュの変形よりも、よりこんな風に直接的に滑らかにパーツを変形することができるツールになるのである。なので、このパーツの部分に新しく口パクの表面というのが追加されて、そしてこちらのデフォーマーと呼ばれているパーツ以外の、いわゆるこうやって変形させるためのパーツというのがどんな風になっているか。この口パクの表面の中に輪郭というパーツが収まっているので、この口パクの表面という中に入っているパーツは、このワープデフォーマーの影響を受けるという設定になったのである。ちょっと難しいかもしれないが、なのでこの口パクの表面を選択した状態で、今度はこの口が開いた時に、その分こうやって顎を動かして、こう口パクした時にちょっと顎が上下する感じ、アニメーションなんかでよくある感じにすると、動きが非常にリッチに見えるので、それを実装していこうと思うのである。口変形、口開閉のパラメータの結合を解除する。解除するときはこんな風にクリックすればよいので。で、口パクのこの表面っていうのが、選択されている状態で、口変形に同じように3点のパラメータを追加し、そして口開閉では、同じように 0.0、0.3、0.7、1.0 の4つに設定をする。そして、また口変形と口開閉を結合させると、これで12個の点に口が開いた時にどうパラメータを設定するかというのを設定することができるので、まずはこの口を閉じている時、ムッとしている時は、ちょっと口をぐっと上に変形させる。ほんのちょっとだけれどもな、こんな風に動かす。で、口が大きく開いている時は、このワープデフォーマーの左右をちょっとだけ左右に動かして、ニコッとした時に頬が少し横に広がるような印象を作ろう。やりすぎるとな、ムックムックほっぺたが動いてしまうので、ほんのちょっと動くだけで良いのである。なので、口が開くと、ほんのちょっとだけ顎が下がる。で、もうちょっと口が開くと、さっきよりも顎が下がる。で、一番大きく縦に開くと、大きく顎も縦に開くと。こんな風に顎の開閉が微妙に動いているのがわかるであろうか。なので、この口のワープデフォーマーをコピーし、モデリングから形状の編集コピーをして、で、同じ口をしている
ところは、貼り付けて同じように動いているように設定をしよう。で、このうーってなっている口は、少しだけ下げて、ちょっとだけ左右に広げよう。で、こちらのいの口は、自分でこう、いの口をするとわかる。こう、頬がちょっと横に引っ張られる感覚があるのがわかるであろうか。なので、ちょっとだけ、頬を横に引っ張ってあげる。で、顎も少しだけ下げる。で、この状態でモデリングの形状の編集、コピーで同じいの口をしている左上のパラメーターに同じパラメータを貼り付けてあげる。で、絵の口は少し下げて、頬も左右にちょっとだけ広げる。で、あの口は大きく顎を下げて、頬も大きく左右に開いてあげよう。やりすぎるとな、顎が伸びすぎたりとかしてしまうので、キャラクターの印象を損なわない程度に開いてあげると、こんな感じで喋った時に顎が動いて綺麗に動かすことが、喋っている時により喋っている感というのが強くなったのが分かったであろうか。では、眉毛の上下の動きをつけていこう。左眉毛を選択している状態で、左眉毛の上下のパラメーターに3点キーを追加し、マイナス1の時に下に下げて、プラス1の時に上に上がるようにしておこう。グリッドを表示して、で次は右眉の上下で右眉を選択して、キーを3点追加して、グリッドを比較しながら、左眉と右眉が同じ位置になるように右眉も調整をしよう。これで眉毛の上下も完成したのである。これで目の動かし方、そして口のあいうえの開閉が全て完成したのである。初めての場合は時間がかかるかもしれないが、一つ一つ繰り返してやれば1時間ちょいでここまでできるようになるのであるぞ。では一回保存をして、そしてパラメーターも念のためデフォルトの設定値に戻すにしておけば、これでこの第1部での作業は完了なのである。では次の第2部では、この顔を横を向かせたり上下を向かせたりという X 軸、Y 軸、Z 軸の動作を行っていこうと思う。まあこの目の瞬きであったり動かし方や口の開閉ができたものであれば、すぐに習得できる技術なので、先ほど使ったワープデフォーマーというのをもっとより柔軟に滑らかに使っていく方法を解説していくので、ぜひ続けて第2部も見ていただけると嬉しいのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。